こたびの徐州遠征ご苦労だった。しかし結局徐州を手にすることはできませんでした。構わぬ。徐州など取ろうと思えばいつでも取れる。今日はゆっくり休むがいい。俺たちのことよりも曹操様の方が心配です。遠征と戦でお疲れのはず。今日こそはどうかお休みに。くだらぬことを言うな。しかし関羽、お前も今日はもう休め。早速明日より軍の方に加わってもらう。何をしているのだ。今日は休めと言ったはずだが、こんな夜更けになぜまだ起きているのだ。いずれ寝る。徐州のことでも考えていたのか。明日から軍に加わるのだ。明日に備え、もう休むことだな。今すぐ幽州にでも攻め入ってもいいが、そろそろ袁紹との戦いに備えたい。袁紹軍は今でもたびたび我が国の国境を脅かしてくる。そういった輩を掃討するのが先だ。当面の話だ。いずれ時期が来れば端から全て奪い取ってやろう。そうだ。お前はそれまでずっと戦い続けるのだ。明日からのお前の働きに期待しているぞ。曹操様、各隊集まりました。皆の者、こたびの徐州進軍ご苦労であった。徐州という国こそ取れなかったものの、我が軍の進撃はその力を諸国に見せつけるのに十分なものだった。我が軍の圧倒的な軍事力と徹底した制圧力に恐怖を覚えた諸国は少なくないだろう。いずれの国も近い将来、我が軍が手に入れるのだ。我が軍の力をもってすれば落とせぬ国はない。おお！今は徐州を攻めたばかり。まずはお前たちの傷を癒せ。そしてそれが癒えた時こそ我が国の次なる進軍の時。今はしばし時を待つのだ。しかしその間にも我が国の領土を脅かす輩がいる。そういった者どもには容赦ない制裁を与えよう。我が国を踏み荒らす者を決して許すな。おお！第三部隊前へ。はっ。今日よりお前たち第三部隊に新しい将を配属する。関羽、来い。今日からこの者がお前たちの将だ。中佐の女が。黄金族討伐、古老館、そして先の徐州戦。お前は見事300人の従座をまとめ上げ結果を出している。確かに対局から見て兵を指揮する大部隊にお前は向かないだろう。しかし自らが活躍できる小部隊ならばお前は中心になれる。この第三部隊は500人の精鋭だ。お前の他をも凌駕する武力は周りの兵を引き上げる。その力をもって先頭に立て、
兵たちを率い敵をなぎ倒せ。お前の武器は力と神速だ。第三部隊には近々国境沿いの敵軍総統に出向いてもらう。以上。従座の娘が俺たちの将だと？この部隊は曹操様から見放されたのか？なぜ従座の言うことなど聞かねばならないのだ。曹操様、どういうおつもりですか？従座の女を第三部隊の将にするなど、兵たちの間に動揺が走っています。第三部隊は選び抜かれた騎馬部隊、それを従座などに任せるなんて宝の持ち腐れです。500人程度の兵を抑えられぬなら、あいつはそれまでだったということ。私の見る目がなかったまでだ。しかしお前たちの言う通り、精鋭部隊をみすみす死なすわけにもいかない。こたびの炎将軍との戦い、私も出よう。お前たちもついてまいれ。承知しました。しかし俺たちはともかく曹操様まで出向かれることはないかと思いますが。あいつの初陣だ。実力を見てやろう。あいつの指揮がうまくいかぬときは、お前たちが速やかに指揮権を奪取するのだ。従座の娘が俺たちの将だと？この部隊は曹操様から見放されたのか？なぜ従座の言うことなど聞かねばならないのだ。お前もよくよく酔いっぱりだな。どうした？また仲間のことでも考えていたか？お前は私についてくることを選んだ。徐州の平和と引き換えにな。そのお前が仲間のもとに帰れるはずもない。まるでこの世の終わりのような顔をしているな。この国はそんなに居心地が悪いか？お前は以前もここに半年ほど滞在していただろう。くだらぬ。そんなことで感傷に浸っていたのか？所詮誰しも一人なのだ。そんな心配をするよりも自分の隊の心配をするんだな。出陣する日は近いぞ。お前の指揮に500人の命がかかっていることを忘れるな。おーい、姉貴関羽どこ行ったー？これだけ探してもいないなんて、もしかして戦で死ん。ざっけなかんてくだらねえこと言ったらはったわすかんな。落ち着け張飛。そうは言っても戦場から戻ってこないなんて死んだのを疑うのが当然だと。しかしその可能性も含めこれだけ探しても何も見つかっていない。一体どういうことだ？誰かにさらわれたってことはねえか？一体誰があいつを誘拐できんだよ。相当強くねえと無理だろ。あいつと同じかそれより強いやつなんて誰だよ。そうそう。まさか。姉貴、
曹操の野郎に連れてかれたのか。いやいや、まだ家庭の話だろ。決定じゃねえだろ。しかしありえねえ話ではないぞ。何にしろ早く行方を探さねば。劉備様もすっかり落ち込んで弱られてるし。まだしばらくは幽州に帰れねえな。当たり前だよおっちゃん。姉貴見つけるまでは上州にいるぜ。幸い刀剣様も好きなだけ徐州にいていいって言ってくれてるしな。それより趙雲は幽州に戻らなくていいのか。公孫さん様もあいつの安否を心配されている。俺はここで皆と一緒に捜索するよう公孫さん様から命じられたんだ。第一、俺自身も心配でならないしな。そうか、ありがてえ話だ。本当にあいつは一体どこに行っちまったんだ。おい見ろ、曹操様だぞ。今日はお前の初陣だ。その手腕ぜひ近くで見せてもらおうと思ってな。私たちも共に行かせてもらおう。曹操様が一緒に出てくださるのか。花公屯様に花公園様も、それは心強い。やはり従座の娘などに指揮させるなど冗談だったのだな。して関羽よ、今回の戦いどう展開するつもりだ。兄者、やはり従座に指揮は無理だ。この布陣で真正面はありえない。ああ、これは向こうの策略にはまるな。どういうことだ。旋回しながら敵を撃っていくのか。相当の腕と機動力がなければ難しいぞ。ならばその役私が勝手でよ。左翼は私に任せる。曹操様が出られるのですか。それなら俺が行きます。よい、面白そうな策だからな。乗ってみたいと思ったまでだ。聞いたな、第三部隊の兵たちよ。お前たちの新しい将はなかなかに面白い策を思いつく。しかしこの将はどうやら相当厳しいようだ。作戦遂行のためお前たちにとても高い能力を要求している。だが私はお前たちならやれると信じている。我が曹操軍最速の騎馬部隊であるお前たちの力見せてやるのだ。おお！安心するのはまだ早いぞ。兵は将の働きを見る。それによって従うかどうかだ。
決めるのだ。こたびの初陣でお前の力を見せろ。そして兵たちの心をつかむのだ。曹操様も甘い。奴の実力を見るとかおっしゃいながら結局手助けをなさってるじゃないか。そうだな。それにしても先ほどの策は確かに面白い。何かの文献にでも書いてあるのか。今度聞いてみる。兄者まで何を言ってるんだ。なんだと。袁将軍二個将軍の一人じゃないか。ただの国境の小競り合いではないのか。どうやら袁紹は本気で我が国へ攻め入ろうとしているようだな。今日私がここへ来たのも偶然というわけではないということか。面白い。この戦い必ず勝利するのだ。文州様、曹操軍がやってまいりました。その数およそ500。ようやく来たか曹操軍よ。待ちくたびれたぞ。帰り討ちにし、その足でお前たちの国に攻め入ってやろうぞ。よし、関羽よ、号令を出すのだ。文州様、曹操軍が突撃してきました。ははは、そのまままっすぐ来い。500の軍など一もみにしてやろう。私に指図するかな。いいだろう。今回はお前の戦だ。おとなしく従おう。左右から軍が出てこない場合はどうするのだ。そうだな。今だ。一気に挟み撃ちだ。来た。左右より軍が出てきたぞ。よし、我が隊は私に続け。左に旋回だ。曹操様と女の部隊が左右に分かれた。ここからだ。この神速を保って敵陣を回り込みながら叩くのだ。並大抵の力ではできないぞ。なんだ。文州様、正面から来ていた敵部隊が二手に分かれました。なんだと。分かれた部隊はそのまま左右に旋回。奇襲をかけた我が軍の右翼と左翼の隊を回り込んでいます。こちらの策を読んでいたのか。なんて速さだ。くそ、すごい急展開だ。少しでも体勢を崩したら落馬するぞ。こんな体勢で攻撃などできるか。なんだ、奇襲をかけたのは我が軍の方ではないのか。なぜ我々が囲まれているのだ。なんでこんな体勢で攻撃ができるんだ。くそ、引き離される。くそ、十座の娘に言われるとはな。第三部隊の意地を見せてやるぞ。速度を落とすな。神速を保て。敵をなぎ払うのだ。すごいぞ。曹操様も十座の娘もどうしてこんな速度で旋回しながら攻撃が繰り出せるんだ。よく落馬しないな。見てみろ、敵の奇襲部隊が総崩れしているぞ。くそー、なんだ十座の娘なんぞ褒めて。しかし
すごいのは事実だろ。現にこうして敵はもうガタガタだ。よし、どちらの部隊もうまく敵をかく乱できてるぞ。このまま曹操様たちが駆け抜ければ次は俺たちの出番だ。花公園。ああ、俺たちもちゃんといいところ見せないとな。攻撃やめ、速度を上げろ。一気に駆け抜ける。花公屯様、花公園様、曹操様並びに十座の娘の両部隊、左右同時に戻ってきました。行け、花公屯、花公園。残りの仕事お前たちに託した。一気に敵陣を叩くのだ。おお、我が隊は止まれ。関羽よ、よく無事に戻ったな。お前に心配されるか。何はともあれ作戦は成功のようだな。そうだな、まだ戦は終わっていなかったな。大丈夫です。我々はまだ戦えます。先ほどの旋回作戦ではついていくのが精一杯でした。次こそ必ず活躍してみせます。文州様、左翼右翼軍ともに敵攻撃を受け壊滅状態です。なんだと。ふざけた真似をしてくれたな。わしが直接出てくれよ。花公屯様、花公園様、敵の正面部隊が出てきました。ようやく出てきたか。花公園、文州が来るぞ。おう、俺が倒してやる。出撃！行け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 ！曹操軍どもめ、袁紹軍最強と恐れられる文州の武を見せてやる。おお！一振りで何人もの兵が化け物だ。こんなものか、曹操軍よ。待て文州、貴様の相手はこの俺だ。兄者、俺も行く。花公屯と花公園、まさかお前たちのような武将がここまで来ていたとはな。いいだろう、二人まとめてかかってこい。しーはあ、ふっ、軽いわ。あーかっあー。ようやく文州が出てきたか。どうやら花公屯と花公園が相手をしているようだな。私は文州のもとへ行く。お前はこのまま正面部隊を掃討せよ。おい見ろ、曹操様と十座の娘だ。あの娘、あんなにすごい作戦を遂行した上にまだ戦おうというのか。十座の娘め、余計な真似を。ここは俺らだけで十分だというのに。大丈夫か。俺たちも助太刀する。しかし、いや大丈夫だ。それにさっきの作戦行動はほとんど十座の娘がやったんだ。俺たちはこっからが出番だ。名誉挽回するんだ。だみんなして十座の娘なぞ持ち上げて。どうした花公屯、花公園、曹操軍の優勝と謳われた実力を見せてみろ。貴様、待て、私が相手だ。貴様は曹操。曹操様。
道理で我が軍がここまでやられるはずだわ。まさか曹操貴様が指揮をしていたとはな。この部隊の大将は私ではない。今日の私は一将として参加しているのみ。なんだと？ふざけたことを言うな。文州様、曹操が出てきたとなると話が変わります。さすがの文州様とはいえ、加工と加工園に加えて曹操まで相手をするのは不可能です。ここはどうぞお引きください。曹操を目の前にして引けというか。いや、それも袁紹様のため。そう曹操よ、貴様の首は次こそ必ず。待て貴様、ここで逃げるか。よせ加工園。これより追えば向こうは敵国、深追いは禁物だ。引けー、引くんだ。全軍撤退。袁紹軍が逃げてくぞ。勝ったんだ。おお！なんだなんだ、ここまで来て撤退するなんてバカか。くっそー、なぜあんな従者の小娘の命令を聞かねばならない。何を言っているんだ。俺は納得がいかない。こうなったら俺が文州を倒してやる。武君を挙げるのだ。おい、どこに行くんだ。そうだ、よくやったな。女、貴様の部隊だろうが、さっさとまとめろ。大変です。隊員数名が退却の命令を聞かず文州の後を追いました。武君をせいたか。命令違反なんぞ言語道断。そんな奴ら返り討ちに会えばいい。いかなる理由があろうとも、一兵が軍の命令を無視するなど許されるはずもない。なんだと、バカか。命令違反をした兵を追って貴様も文州を追うというのか。貴様まで返り討ちに遭うぞ。関羽とどまる。もう戦は終わったのだ。行くな、暗誘は許さぬぞ。くそ、お跳ねっ返りめ。曹操様。くそー、文州はどこだ。本当に大丈夫なんだろうか。俺たちここに来てよかったのか。どのみち命令違反をしたのだ。文州を撃てる限りは戻れる。文州だ。よし、行くぞ。文州、覚悟。なんだ貴様らは。まさかたった二人で文州様を追ってきたのか。この程度の力でわしを追おうというのか。少子曹操との決着もつけられず苛立っているというのに切り刻んでやるわ。うおー、キャーなん。おお、従者の娘。お前は従者の娘。そうか、お前たち従者は曹操に使われておったな。嬉しく思うぞ。止水館にてお前が海遊を倒すのを見てからずっと一度やりおうてみたいと思っていたのだからな。行くぞ。さあどうした、それで終わりか。
かに素早い武器さばきを得意としようとも、所詮は女の力。一撃一撃にまるで重みがない。ははは、さすがに素早いな。しかし力にはかなわぬ。大丈夫か？俺たちも助太刀する。二人まとめて切り捨ててくれるわ。わしの一撃を止めただと？どっよこのわしを切りつけおって、この小僧が。いやー、小尺だ。この文州様、もうお引きください。ここで文州様に何かあったら次の戦に響きます。十座の娘、覚えておれ。必ずや殺してやる。くそ、一体どこまで行ったというのだ。曹操様、お待ちください。ここはもうすでに敵国。これ以上曹操様を行かせるわけにはいきません。あいつも文州の返り討ちにあったのかもしれません。もう諦めて帰りましょう。このバカ者が、私が止めるのも聞かず生きよって、向こう水にも程がある。犬死には誰も喜ばん。蛮勇は罪だ。分かったか？曹操様がこんなに声を荒げるなんて。女、その者たちは生きてるのか？まったく貴様も酔狂だな。こんな命令違反を犯した奴らを助けるなんて。カウ殿、待機を命じていたのにここまで来たのか。救護班を連れてまいりましたので大丈夫です。さあ、負傷者を運ぶんだ。みんなあなたに感謝しています。こいつらを見捨てないでくださりありがとうございました。ありがたい。さあ、救っていただいた命を今度は俺たちで守るんだ。おお今日はご苦労だったな。お前と同じことをしただけだ。役に立てたなら何よりだ。しかし今回の戦いでお前は兵たちに認められたな。
気づいていないのか？戦が終わった時には兵たちがすっかりお前を名前で呼んでいたの。お前の隊ではもう誰もお前を十座の娘と呼ばない。これでお前の部隊はより強固となる。これからの他国侵攻における重要戦力だ。兵ともども大事にするのだ。何を驚いている。お前自身もお前の部隊も全ては私の野望を叶えるため、そのはずだが。よもや忘れていたわけではあるまい。どうした？手にしてみなければわからぬ。今日は我が国の領土を脅かす輩を追い払ったに過ぎぬ。何も手に入れてはいない。他？ではお前のは何だ？それはもう叶えられぬ。他のものを探せ。どういうことだ？いや、いい。私は国でいい。なんだと？それはとても拡大解釈に聞こえるが。いや待て、何も決まっていない。わかった。好きにしろ。参ったー。自分もお願いします。よろしければお茶をどうぞ。
うちの自家製のお茶なんですよ。実は茶葉もお持ちしたんです。よろしければ差し上げます。それは大変光栄です。兵州近くでは偵察が目的と思われる兵士が数名確認されています。おそらく袁紹の配下のものかと。先日文州を追い返してやったばかりだというのに、袁紹はいよいよ動き出すつもりか。紀州の袁紹の動きはどうだ？報告によりますと、顔料、文州の両将が行県に集結、袁紹邸に滞在している模様です。文州は董卓の屋敷に逃げ帰ったのか。名高い猛将2人を手元に待機させるとは。この様子では袁紹が戦を仕掛けてくるのも時間の問題でしょうな。あともう一人気をつけるべき相手がおります。誰だ？呂布でございます。呂布？そういえばあの騎女はどうしたというのだ？董卓を討った後、長安を出て流軍として各地を渡っております。各地の戦場に出没しては暴れている模様。なんだそれは。そんなに戦いたいのか。本当に気味の悪い女だな。呂布の目的は分かりません。しかし呂布軍には族外兵として集まり、今ではその数3万を超えるようです。血と戦いを好む呂布軍団か。できることなら関わりたくないな。袁紹に呂布、これからは迂闊にこの地を開けるわけにはいかなくなるな。しばらく他国侵攻は控えるべきかと思います。他の国の情勢はどうだ？はい、まず幽州ですが、大主である公孫さんの病状が悪化し、実情弟の公孫越が治めております。公孫さんが？従座たちは住処を追われたやもしれぬな。何かおっしゃいましたか？いや、こちらの話だ。徐州は徐々に復興を始めております。さらに先の我が国との戦い以来、従座が住み着いたとの情報もございます。なるほど。幽州の従座たちは徐州に移ったか。当面注意すべきは袁紹と呂布ぐらいだな。とはいえ気は抜けぬ。花公園は兵糧の備蓄を増やす手配を、花公屯は兵の訓練と徴収を進めるのだ。はっ。なんだ貴様は、これから曹操様のもとに押しかけるつもりか。貴様と違って曹操様はご多忙だ。軽々しく会えると思うな。騒がしいぞ花公屯。どうしたというのだ？曹操様、申し訳ございません。貴様、俺の話を聞いてなかったのか。曹操様はお忙しいのだ。よい花公屯、休憩がてら話を聞こう。入れ。こうだ。簡単に言うと、芳香のある樹木の皮や葉などを焚くとこういった匂いがするのだ。我が国にはない。もっとはるか遠く南方の異国の地よりもたらされたものだ。こうでか？そんなわけないだろ。それは羨ましいな。いや、なんでもない。それよりお前の用は何だ？何をだ？
だから何なのだ？何？茶？お前は私が茶ごときで満足すると本気で思ったのか？そのためにわざわざ私に時間を取らせたのか？わかった。そこまで言うなら入れろ。休憩がてらお前と話をすると言ったであろう。ちょうどいい。飲んでやるからその茶を入れろ。普通だ。普通の茶だな。お前はこれがそんなにうまかったのか？お前にこんなものよりもっとうまい茶はたくさんある。私がもっとうまい茶を飲ませてやる。そんな兵士のものよりもっとうまい茶を飲ませてやると言っているのだ。お前はそれを飲んでいればいいだろう。普通だ。あまり茶を飲むと余計眠れなくなるからな。お前には関係ないことだ。全く眠っていないわけではない。うつらうつらはしている。効かぬ。酒も香も薬もすべて試した。気にするな。どうせもともと眠れないのだ。特に今宵はな。この話はもう良いだろう。私は仕事に戻る。お前も戻れ。呂布様、今度はどこに行くんですか？そうですわね。演術のところはもう飽きてしまいましたし。散々暴れましたからね。演術殿の国はもう国として機能しませんね。炎章か曹操のところが一番血の匂いがしてとてもそそられますわね。じゃあそのどっちかにします？でもね、猫ちゃんたちも気になりますのよ。あの可憐で愛らしい子猫ちゃんにも会いたいですわ。子猫ってカウのことですか？呂布様ってば、あんな泥棒猫のことなんて言わないでください。魔王族の皆さんは今徐州に身を寄せてるようです。では炎章のところか曹操のところか徐州のいずれかにいたしましょう。またお前か。
もう遅いぞ。早く寝ろ。今日は絶対に眠れぬのだ。今宵のような円月の日はな。嫌なことを思い出すからな。眠れずとも酒を煽らずにはいられぬ。酒ぐらい飲むさ。それでも睡眠には程遠いがな。せめて意識だけでも麻痺させたい。お前に心配されるほどではない。私は戻る。お前も早く寝ろ。なんだ。眠れずとも横にはなりたいのだが。お前が私を眠らせてくれるのか？私を寝かしつけるのか？では私の部屋に来るか？どうした？昼間は普通に来ていたではないか。夜だと無理なのか？第一、私の部屋に来なければ私を寝かしつけることなどできないぞ。そうかもしれぬ。ずいぶん飲んだからな。そんなに簡単に冷めるか。お前は酒も飲んだことがないのか？そうか。お前はまだ子供だったな。戦場で戦う姿を見ているとついつい忘れてしまうな。私から見れば十分子供だ。仲間が恋しいか？捨てられた？親兄弟はいないのか？そうか。あいにくだが私を真に気遣い生きる者などこの世には一人もいない。今は亡き父ですら私を慈しむことは一度もなかった。ああ、死んだ。今日のような円月の日にな。そうだ。こんな日だった。奴が言ったのはな。今日の円月はまるで同じだ。測ったかのように見事な等分。全く同じ。上限の月だ。どれほど多くの兵を手に入れようが、どれほど国を広げようが、貴様は死ぬまで一人、あの円月のように寥々と後方に登るのだ。いまいましい。死してなお私を苦しめるか。そうす。貴様に言われずとも分かっている。私は一人だ。貴様と同じようにな。
カン、お前もだ。お前がどんなに望もうが、お前はもう仲間のところに帰れぬ。ずっとここで一人生きるのだ。その娘を閉じ込めるか。自分よりも孤独なものを作って、お前はそれで安心するのか。黙れ。お前がやっていることは私と同じだ。うるさい。私は父宗数によって母と共に人が寄りつかないような僻地での生活を強いられてきた。よほど私と母を人目に触れさせたくなかったのだろうな。ほとんど監禁状態だ。もっともその母も私がまだ物心つくかどうかの頃に息を引き取っているがな。この世に私の家族と呼べる者はいない。いや、家族どころか同胞もいないのだ。お前がそれを言うか。上州で私に一人きりだと言い放ったお前が。それが私のやり方だ。変えるつもりはない。構わぬ。もともと人は嫌いだ。いや、従座も人間も嫌いだ。真に私の腹からたる者はいないのだ。また私のことを子供というか。欲しいものが分からずわめいてすねる。私はそんな子供か。そうか。私は子供か。そうかもしれぬな。少し疲れた。お前の言う通りだな。私は一体何を手にすればこの飢えを満たすことができるのか、私自身にもわからぬ。私は一体何が欲しいのだろうな。朝、私は眠っていたのか。この体勢でずっといたのか。なんということだ。信じられないが、どうやらそのようだな。酒で眠ったのか。いや、そんなはずは。それよりもお前は私のせいで寝てないのではないか。すまなかったな。嬉しい。そうか。
みんな喜べ。刀剣様が患者を使ってくださるそうだ。マジで？これであいつ探せるな。ああ、これだけ戦場を探しても見つからないんだ。おそらく誰かに連れて行かれたのだろう。曹操に決まってんだろ。だったら患者なんて使わねえで俺が行ってとっとと連れ戻してきてやる。まず状況確認が先。まだ本当に曹操のところにいるかもわからないんだから。そうだ、張飛。もう少し待て。曹操のところ以外の国にも患者を放ってくださるそうだから、まずは居所を探すのが先だ。あいつがどこにいるのか分かったらすぐに皆で迎えに行こう。呂布様、見えてまいりました。今度はそこで楽しませていただきましょうか。呂布様、結局次の遊び場はどこに決めたんですか？袁紹と曹操を血まみれにして遊ぶのも捨てがたかったのですが、私猫ちゃんたちと遊ぶことにしましたの。なので次に私たちが攻めるのは徐州ですわ。呂布様、あの泥棒猫と仲良くなんてしないでくださいね。徐州は何日くらいで落とせますでしょうか？すぐに落としてしまってはつまらないですわね。じわじわなぶって差し上げますわ。刀剣様、大変でございます。一体どうしたというのですか、そんなに慌てて。呂布が攻めてきました。なんじゃと。それは本当ですか？各地で従えたらしい数万のならず者たちを引き連れ、この可否に迫っております。なんということじゃ。よりによってこの徐州が呂布に目をつけられるなんて。ようやく曹操との戦いから立ち直ってきたところだというのに。どうしたものか。道賢様、急ぎ魔王族に声をかけましょう。曹操に攻められた時と同様、彼らなら何とかしてくれるかもしれません。そうじゃな。よし、すぐに魔王族のところに伝令を飛ばすのじゃ。はっ。なんだと。それじゃああの呂布がこの徐州に向かってるってのか。向こうの数はおよそ5万とのことです。呂布一人を相手にするのだって恐ろしいのに、そんな人数を引き連れてるなんて無理だよ。こっちは俺たちと徐州の兵合わせて3万しかいないんだぜ。勝てっこない。おまけに向こうには長領もいる。そんな。こんな時カーンがいてくれりゃ。そういや、張飛はどこ行ったんだ？あいつまでどっか行ったんじゃ。いや、あいつはまだ関羽を探してるんだ。俺呼んでくるよ。俺は急ぎ幽州へ向かう。公孫さん様に援軍をお願いしよう。ああ、頼むぞ趙雲。もし公孫さん様から援軍をいただけなかったら曹操のところに行こうと思う。この状況だ。背に腹は変えられない。確かにそうだね。呂布に徐州を滅ぼされたら元も子もないからね。しかしよ、あの曹操が俺たちを助けてくれるのか？呂布が治める徐州と穏健派の刀剣殿が治める徐州、曹操にとって脅威となるのはもちろん呂布だ。確かにそれはそうだな。もちろん一番いいのは公孫さん様に援軍をいただけることだがな。せいへい、また戦なの？劉備様は刀剣様のお城に避難させてもらいましょう。そうそう、お前は劉備様についてろ。わかった。なんだと？呂布が徐州に攻め入っただと？それで戦況はどうなっているんだ？刀剣はじめ約3万の兵が可否の城に立てこもっておりますが、城が落ちるのも時間の問題でしょ今あそこには従座たちが常駐しているはずだが、
従座の力をもってしても呂布にはかなわなかったか。はい。そもそも数が違います。呂布軍は竜軍として全国を放浪するうち族などが集まり、今ではその数5万。対して徐州の兵は3万です。いかに従座が強くとも従座の数自体は300にも足りません。曹操様、いかがされますか。呂布はこのまま放っておけばやがて袁紹に次ぐ脅威となるのではないでしょうか。ここで我が曹操軍が出兵すれば呂布は倒せ、徐州も手に入ります。兄者の言う通りです。呂布軍は徐州攻めで疲弊してるはず。今が好機ではないでしょうか。いや、袁紹が国境を脅かしている今、国を開けるわけにはいかぬ。徐州のことは静観する。曹操様。任務完了ですね。無事に国境を越えてきた袁紹軍を追い返すことができました。あなたのおかげです。危ないところをいつも助けてもらっています。いえ、しかし従座、いや魔王族は皆関羽殿のように強いのですか。でももともとの身体能力は高いですよね。俺も魔王族に生まれればよかった。そしたらあなたのように強かったかもしれないのに。え、本当ですか。人間と魔王族の間に子供はできないはずでは。そうだったんですか。なんだかあなたがより身近に思えますね。戻ったのか。どうした慌てて。今日の任務はどうだった？そうか、よくやったな。どうかしたか。関羽、私の部屋に来い。座れ。お前にうまい茶を飲ませてやると言ったであろう。ちょうどいい茶葉が手に入ったからこうしてお前を呼んだまでだ。それにお前には世話になったからな。お前のおかげであの日は久しく眠ることができた。いいから飲め。そうか、それはよかった。もともとそんなものはないのだ。私は国以外興味はない。それはたまたまだ。袁紹軍との小競り合いが続くうちは国を開けるわけにはいかない。時期が来ればどの国だろうが攻め入る。徐州のようにな。お前はどうなのだ。従座の仲間たちに代わるものを探すと言っていただろう。
やはりお前の中で従座の仲間に変わりうるものはないのだな。知らぬ。知らぬと言っている。そもそも従座はもうお前にとって関係のないことだ。これ以上気にかけるな。北平に戻るのも久しぶりだな。高孫さん様も息災だといいが、高孫さん様ならば必ず救いの手を差し伸べてくださるはずだ。お待ちください。この先は北平の領地、立ち入ることはまかりなりません。ふざけるな。我が名は趙雲。命によりしばしこの地を離れてはいたが、れっきとした北平の将だ。我が主高孫さん様に下級の用事あり。すぐに道を開けろ。それはできません。趙雲は北平の将にあらず、従座に加担した卑しき謀反人、二度と北平へ入れるなというのが大衆高孫越様のご命令です。大衆高孫越様、どういうことだ。高孫さん様はどうしたのだ。高孫さん様はお亡くなりになりました。高孫越様がその後を継ぎ大衆となられたのです。なぜだ。なぜ高孫さん様が。半年ほど前から体調を崩され、医者の治療の甲斐なくそのまま。高孫さん様、そんなバカな。分かった。ならば俺は助手の使者として高孫越様と話がしたい。取り次いでくれないか。今後あなた方とは関わり合いにならないというのが高孫越様のお考えです。お諦めください。本当はあなたが来たならば問答無用で討ち取るように命令されています。なんだと。今回はあなたを見なかったことにします。ですから趙雲殿、どうか二度と北平には来られぬように。それでは。なんということだ。俺は高孫さん様の大事な時におそばにいることもせず。くそ。今は高孫さん様の死を嘆いている場合ではない。今助手には援軍が必要。こうなったら行くしかないな。曹操のもとへ。今日は来ぬのか。いつも大抵夜は中庭にいるだろう。なぜ今日はいない。いや、今日は控えた。控えたから辛いのだ。いや、少しは寝ている。ならお前が眠らせろ。この前のようにお前が私を眠らせろ。
酒ではない。今まで散々飲んでも眠れなかったのだ。そんなに気合を入れなくてもいいだろう。お前はただそうして座っていろ。動くな。眠れぬではないか。ダメか。お前たちの耳をか。いや、別に嫌ではない。むしろ触っていると落ち着く。懐かしい気がする。あまり頭は触るな。古傷があるからな。お前も早く従座たちに代わるものを見つけろ。いいな。どうだろうな。茶でないことは確かだ。そうか。なら明日も飲みに来い。許せ。戯れだ。おらー！突っ込め！門をぶっ壊すんだ！くそ！このままでは門が破られる！みんな門を抑えるんだ。ここを破られたら呂布軍が町に入ってくるぞ。くそ、町には絶対入れさせねえ。援軍はまだなのか。しっかりしろ艦艇。趙雲が絶対援軍連れて帰ってくるって。だからそれまで頑張んぞ。おう、そうだな。趙雲のことだ。絶対援軍連れて戻ってきてくれるよな。うわあ！門がこんにちは、猫の皆さん。変態女！くっそ、門が一撃で破られたのと。私もう戦に飽きてしまいましたの。そろそろカウちゃんと遊びたいと思っているんですけれども、私のかわいいかわいい子猫ちゃんは一体どこにいるのかしら。ここにはいねえよ。どういうことですの？私せっかくここまで来ましたのに、子猫ちゃんはいないんですの？確かにこれまで姿を一度も見かけていませんね。あの方だったらこんな時真っ先に前線に出てきそうですが。そんな、本当に子猫ちゃんはここにいませんの？はあ、もういいですわ。子猫ちゃんがいないならこんな助手一気に落としますわ。なんだと？それでは助手は呂布の手に落ちたというのか？はい。偵察の者の話によると、
助州城は完全に呂布軍によって制圧された模様です。あの狂人が隣国にいるかと思うと気味が悪いな。助州の者どもはどうした？申し訳ございません。そこまでの詳しい情報は入っておりません。そうか。失礼いたします。曹操様、趙雲と名乗る男がたった今巨匠の門前に訪れ、曹操様との面会を望んでいますが、いかがいたしましょうか。趙雲だと？なぜ奴がここに？わかった。連れて参る。私一人で会おう。曹操様、お連れしました。ご苦労。趙雲、北平の武将が一体私に何用か。急な訪問にもかかわらず謁見の場を与えてくれたこと、誠に感謝する。前置きは良い。本題に入る。単刀直入に言おう。助州に援軍を出してもらいたい。なんだと？すでに知っていると思うが、助州が呂布に攻められた。しかし今の助州には呂布に対抗できる兵力はない。城が落とされるのも時間の問題だ。あいにくだが助州城はすでに陥落したそうだ。なんだと？くそ、俺は間に合わなかったのか。いや、今からでも皆を助けねば。なぜ北平の武将であるお前が助州のために動いているのだ？そうそう、お前が助州を攻めた折、俺は幽州から魔王族と共に助州へ援軍に向かった。しかし戦の後、あの娘の行方が知れなくなり、俺も捜索に加わった。それからずっと魔王族と共にいる。高孫さん様が亡くなられた今、俺はもう北平の武将ではない。助州の使者として今日は来た。頼む、助州のために援軍を出してもらいたい。援軍は出せぬ。袁紹がいつ攻めてくるかわからぬ状況なのだ。今国を開けるわけにはいかない。そんな、待ってくれ。これ以上話すことはない。なんだ貴様は。また曹操様のところへ押しかけるつもりか？貴様は一人で何を赤くなったり青くなったりしているんだ。あいにく曹操様は来客中だぞ。そうだ、貴様も知っているだろう。幽州の武将趙雲が来たんだ。何を言ってるんだ。貴様知らないのか。従座の連中がいるのは助州だ。しかもその助州は今呂布に攻められているんだぞ。花公園よせ。待ってくれ。この国にとっても呂布が助州を治めるのは望まぬことのはず。しつこいぞ趙雲。援軍は出さぬ。関羽じゃないか。まさかとは思っていたが、お前は本当にここにいたのか。俺たちがどれほどお前を探したか。お前が元気ならいいんだ。こうしてまたお前に会えた。それが何よりだ。何をしに来た？
俺もわからないんだ。先ほど聞いた話ではすでに助州城は陥落してしまったとのことなんだが。お前が助州に向かうだと？お前にそんな勝手が許されるとでも思っているのか？落ち着くんだ。俺とお前が言ったところで何にもならない。相手は呂布軍、その数5万だ。俺はここに援軍を頼みに来たんだ。高孫山様が亡くなり、優秀の援軍は望めない。頼れるのはもうここしかないんだ。お前はやはり一族が一番なのだな。援軍は出さぬ。話は以上だ。ああ。なんだ、部屋まで押しかけて。援軍なら出さぬぞ。お前も我が軍の将ならば袁紹との小競り合いを知っているだろう。今助州に出兵して国を開ければ袁紹軍はすぐにでも我が国に攻め込んでくるだろう。お前が知る必要はないと思ったからだ。だからだ。だから、お前はいつまで経っても一族のことを忘れないだろう。私の国に来て、私の隣にいても、お前の心はいつまで経っても一族のところだ。ここにいろ。お前はもうこの国の将だ。一族のことは忘れて、私の隣にいろ。お前にそばにいてもらいたいんだ。お前がここにいるのは、助州の平和と引き換えにして私が縛り付けているからだ。私が助州を助け、助州を手に入れてしまったら、お前を縛り付けておくものがなくなる。そうすればお前は一族のもとへ帰るだろう。お前は私の話を聞いていなかったのか。お前はまだ私に縛り付けられているのだぞ。そんなお前に勝手が許されるはずがない。わかった。いいだろう。援軍を出してやる。その代わりお前はこれから先何があろうともここにいるのだ。仲間のもとへは決して戻らずにな。そうだ。お前は私のそばにいるんだ。未来永劫変わらずに。以前お前は私に言ったな。どんなに広大な国を得ようとも、そこに私は一人、たった一人きりの王だとな。ならばお前がそれを見届けろ。国を攻め取り、世界のすべてを手にする我が覇道を、お前が最後まで見届けるのだ。そうだ。お前が私と共にいるなら、今すぐ助州に援軍を出してやろう。
すぐに支度をしろ。近いうちに出立する。結局何かで縛らなければ、お前は私のそばにいないのだな。花崗屯花崗園上州への出兵を決めた。準備でき次第出立する。本当ですか？わかりました。ではすぐに兵と兵糧の準備を。今回上州へは私が行く。花崗屯と花崗園はここに残り、袁紹に備えよ。そんな、俺たちも行きます。今国を開ければ袁紹は容赦なく攻めてくるだろう。私の留守を任せられるのはお前たちだけだ。わかりました。曹操様、相手はあの呂布です。くれぐれもお気をつけください。ちょっといいか。援軍の話聞いたよ。曹操を説得してくれてありがとう。これで徐州のみんなを助けられる。先の徐州戦が終わった後、姿を消したお前を探すため皆徐州にとどまったのだ。ちょうど幽州では公孫さん様が体調を崩し、残された魔王族たちが住みづらくなっていた。そこで刀剣殿に許しを得て幽州に残した女子供を呼び寄せたんだ。公孫さん様も分かってくださったよ。なあ、一体何があったんだ？どうしてお前は曹操のもとにいる？曹操に何か弱みでも握られたのか？ここにいるのはお前の意志ではないのだろう。もし曹操が卑劣なやり方でお前をここに留めているのだとしたら、俺は許せない。何が違うのだ？お前はもう俺たちの元へは戻ってこないのか？何をしている？そろそろ出立の時間だ。行くぞ。待て！なぜこいつはここにいるんだ？まさかこいつを脅しているのか？こいつがここにいるのは合意の上でのこと。部外者は口を挟むな。なんだと？関羽！曹操様、作戦はいかがいたしましょうか。呂布軍5万に対し我が軍は10万。兵力的には圧倒的にこちらが有利です。しかし呂布は城内に立てこもっています。城攻めとなると多少厄介です。外におびき出せればよいのですが。私も出よう。呂布は強い。二人がかりで呂布を討つぞ。
失礼いたします、呂布様。至急お伝えしたいことが。どうしたの、長領ちゃん。はい。北の国境より曹操殿自ら兵を率い攻め込んでまいりました。その数およそ10万。10万？呂布様が女囚を手に入れたのを見計らって攻めてきたの？ふん、本当にえげつない連中ね。そう、曹操が来たのね。いいですわ。子猫ちゃんもいなくて退屈していたところですわ。10万の兵を血みどろに祭り上げて差し上げますわ。曹操ごとね。長領ちゃん、全軍を率いて出てちょうだい。かしこまりました。呂布様はいかがなさいますか？もちろん出ますわよ。こんな面白いこと人任せにはできませんわ。どうした？まだ休まぬのか？こうして再び徐州を攻めることになろうとはな。しかも今回は呂布が相手だ。前回のような刀剣相手とはわけが違うな。あの戦いで私はお前を国に連れ帰ったのだったな。今度はその出兵と引き換えにお前の自由を奪ったのだ。仲間のもとへ戻りたいと願うお前を私のそばに置くために、どうして私はそこまでしてお前にいてもらいたいのだろうか。わからない。確かに最初はそうだった。お前を我が軍の将とし我が覇道のために、そのはずだったのだが、お前といると不思議と落ち着くのだ。何をしても眠れなかったのに、お前が隣にいて触れているだけで安心して眠ることができた。お前といるとわからなくなるのだ。私が本当は一体何をしたいのか、何が本当に欲しいのか、私は本当に全てが欲しいのか。お前の傍らで眠った日、少なくともあの日私は満たされていた。十分だったのだ。およそ私らしからぬことだな。だが一方でお前が仲間たちのことを気にするだけで私の心にさざ波が立つのだ。お前が私の元を去ってしまうのでは、大事なものが奪われてしまうのではと。関羽、私は将としてでなく、ただ普通にお前にそばにいてもらいたいのかもしれぬ。私がこんなことを思うなんてとても信じられぬが。関羽、何を言っているのだ。お前は仲間のもとに帰りたいのだろう。私のもとにはいたくないはずだ。ならばもうお前を縛り付けるものはいらないのか。お前の意志で私のそばにいてくれるのか。関羽、私は随分お前にひどいことをしてきたというのに、それでもそばにいてくれるのか。お前は以前私を子供のようだと言った。欲しいものが分からずわめく子供だと。その通りだ。私は自分が本当に欲しいものが分からず手当たり次第手に入れようとした。し
私が本当に欲しかったのはお前のようなぬくもりだったのかもしれぬ。探しただけでない、与えてくれたのだ。カンウ、これからも私のそばにいてくれ。こうしてお前に触れていると気持ちが落ち着くんだ。頼む、今日もこのまま眠らせてほしい。ああ、ありがとう。ああ、今日のために十分休んださ。わかった。しかし、呂布はどうするんだ？なんだと？曹操と二人で？それはそうだが。呂布様、どうやら曹操軍がやってきたようです。あら、ようやく来ましたの。私待ちくたびれてしまいましたわ。まあでも徐州に残った人間たちをなぶるのにも飽きてきたところですし、少しは楽しませていただきますわ。長領ちゃんも一緒に出るわよ。商船ちゃんはおとなしくお城でお留守番しててちょうだい。じゃあ、あの白い猫でもいじめて遊んでよっと。商船ちゃん、ほどほどにね。はーい。そんな、お二人を置いていくなんてできません。わかりました。曹操様、全軍出撃準備整いました。よし、共に参るぞ。いざ出撃。関羽、お前が曹操軍の部隊を率いているのか？そうか、お前にもいろいろ事情があるのだろう。今は何も聞かないよ。この戦いが終わってみんなを救うことができたら、その時は話を聞かせてくれ。関羽さんではありませんか。どうしてあなたがここにいるのでしょうか。呂布様が会いたがっていらっしゃいました。どうぞ私と一緒に。長領、残念だったな。話の途中だが、お前の相手は俺だ。一振りでこれだけの兵がなぎ払われましたか。俺の体験は大人数に有効的だ。俺の前にあるものは全てなぎ払う。これは厄介ですね。ここは俺が引き受ける。行くんだ。必ず呂布を撃て。行くぞ。これはどういうことですの、子猫ちゃん。わかりました。お二人ともどうかご無事で。ねえ、あなたなぜ魔王族といないで曹操なんかと一緒にいるんですの。答え次第では
私あなたをなぶり殺してしまうかもしれませんわ。そういうことでしたのね。そうですわよね。子猫ちゃんが自分から行くはずがないですわね。こんな自尊心の高いネクラで陰険な若年寄りみたいな男のところなんかに。それにしてもそうそう、あなたは相変わらず陰湿ですのね。子猫ちゃんの弱みにつけ込んで無理やり自分のものにしようだなんて。安心してね、子猫ちゃん。こんな男今すぐ私が切り刻んであなたを自由にして差し上げますわ。なんですって。どういうことですの？曹操と一緒にいるうちに情でも移ったんですの？子猫ちゃんともあろう子がそんなくだらない男女の馴れ合いをするようになってしまったの？あなたは今ちょっと夢見る乙女ですわね。わかりましたわ。今すぐ子猫ちゃんの目の前で曹操の獅子をへし折り腹渡を引きずり出して差し上げますわね。そうすればあなたの目も覚めますわね。さあ曹操、今すぐ殺して差し上げますわ。惨めにむごたらしく死にさらしなさい。相変わらず無茶苦茶な力だな。待っててね、子猫ちゃん。すぐにこの男を血祭りにしてあげますわ。そうだ、死ぬのは貴様だ呂布。今日こそ引導を渡してやろう。子猫ちゃん、そんな。そうそう、私の子猫ちゃんをたぶらかした罪は重いですわよ。行くぞカン。あっ、こしゃくな。子猫ちゃんたらこんな男と一緒にいていいんですの？呂布、私たちのことをお前にとやかく言われる筋合いはない。私たちのことですって。あなたの幸せそうな顔って本当に不快ですわ。そうそう、あなたには絶望がよく似合いますのよ。子猫ちゃん、本当にこんなところにいていいのかしら。あなたの大切な猫ちゃんはいいんですね。私徐州に攻め入ってお城を手に入れましたら、そこに白い猫ちゃんもいましたのよ。集中しろカン。リュウビちゃんはお城にいますわよ。ああ、でも朝鮮ちゃんが一緒に遊ぶって言ってましたから。リュウビちゃん大丈夫かしら。朝鮮ちゃんの可逆愛は本当に激しいですからね。子猫ちゃん、今すぐリュウビちゃんを助けに行ってもよくてよ。私の相手は曹操にしてもらいますから。さあ子猫ちゃんもお行きなさい。このままでは朝鮮ちゃんがリュウビちゃんをなぶり殺してしまうかもしれませんわよ。子猫ちゃん、あなたはこんな男のためにリュウビちゃんを、仲間たちを捨てるんですの？そんな薄情な子でしたの？
当然だ。カンフ、共に参るぞ。ああ、そうそう、本当に憎たらしい男。今すぐあなたを殺して差し上げますわ。普通に死ねるなんて思わないことね。今だ、カン。子猫ちゃん、いつの間に後ろに。そんなバカな。カン、やったぞ。今頃朝鮮ちゃんが仲良く一緒に遊んでますわ。カン。まるで母親に置いていかれた子供のようですわね。黙れ。カウちゃんはマオ族の仲間を捨てきれませんわよ。どんなにあなたが縛りつけようが、あの子が共にいると言ってくれようが。所詮あなたは一人。黙れ。そうそう、死にゆく私からあなたに呪いの言葉を差し上げますわ。呪いだと？何を手に入れても満たされないあなたが本当に満たされるもの。黒き瞳の娘。魔王族の瞳は金色ですのよ。古の妖怪、金目の呪いを受け継ぐ一族ですから。何が言いたい？ただし人間との根血の場合、瞳にその色は受け継がれない。つまり魔王族における黒き瞳は人間との根血の証。カウちゃんの瞳がそれですわ。なんだと？そう、あなたと同じね。貴様、なぜそれを？あなたって本当にバカですのね。あなたが心から渇望し求め続けていた同胞が目の前にいるのも知らず。そうそう、それでもあなたは手に入れられない。この世で唯一無二の同胞であっても、生まれたこの方誰からも愛されてこなかったあなたには、そうそう、私のように一人寂しく惨めに誰からも愛されず死になさい。これが私からの呪いの言葉ですわ。そんなバカな、あの娘が根血だと？バカなバカなバカな。人間と従者の間に生まれたこの私と同じだというのか？カンウ、お前が。ではお前が従者ではなく私と共にいることを選んだのは必然だったのだ。そうか、もともとそうだったのだ。それが正しかったのだ。お前が従者といたのが誤りなのだ。ああ、それなのになぜお前は今私の手を振り払い従者のもとに向かっているのだ。カンウよ、私たちはこの世で唯一の腹から同じ血を持つ私こそがお前と共にあるべきものなのだ。カンウ。夢じゃない。本当にカンウなの。カンウだ。
突然いなくなっちゃって、僕寂しくて死んじゃうかと思った。カウン？呂布が徐州に攻めてきて、僕と劉備様はこの城に逃げたんだ。でもそこに呂布たちが来て、いないの？もしかして逃げたのかな？それよりカウンこそ今までどこ行ってたんだよ。僕たちがどれだけ心配したか。呂布軍はならず者の集まりだって言ってたから、きっとひどい横暴ぶりだったんだろうね。無事だったか。ああ、それが戦いの最中、長領がいつの間にかいなくなったんだ。ほんの一瞬目を離した隙に消えたんだ。一体どうしたというのか。だが劉備殿に曹操も無事でよかった。趙雲こそ援軍を連れてきてくれたんだね。一体どこの軍を連れてきたの？優秀？いや、曹操軍だ。曹操？じゃあもしかしてカウンって本当に曹操のところにいたの？どうして？やっぱり誘拐されたの？関羽、呂布軍がほぼ全員投降してきた。徐州は無事制圧できたようだな。お前は戻れ。国に戻るのだ。あとは私がやっておく。お前は先に帰れ。ちょっと待て。お前は曹操の国に戻るのか？もう魔王族とは一緒にいないのか？そんな、カウンまた行っちゃうの？僕そんなの嫌だよ。私と共にいると言っただろう。何を考えてるんだ。なぜ気を失わせた？連れて行け。はっ！カウン！お前のいるべき場所は私のところだ。何考えてるのさ。あんたがおとなしく仲間を探してくれるとは思えないんだけど。勘がいいな。